下水と申します。今は岐阜県に住んでるレオ使いですね。だいたい平日は Steam 版、休日は PlayStation 版で遊んでいるので、天上界等で見かけたら対戦していただけると嬉しいです。前回のギルティギアデュエルオンラインでは3位という惜しい結果でしたが、こうやってインタビューの機会を設けていただいてとても光栄です。ゲームをするとき、特にいつも使っている名前とかはなくてですね、下水っていうのもストライブでレオを使うにあたって決めた名前なんですけど、レオってそのアイゼンとかアツバイトとか荒らす戦い方が得意なキャラクターじゃないですか。なんで一目見てこいつやばそうだなって思わせる名前にしたら、対戦相手が警戒して動きが硬くなったりしないかっていうそういうせこい理由で下水っていう名前に決めました。子供の頃から格闘ゲームが好きで、90年代から2000年代までいろんなタイトルを遊んできたんですけれども、大会を意識して練習したり対戦するようになったっていうのは、ギルティギアイグゼックスシャープリロード、青リロが最初ですね。他にはメルティブラッド AC とかストリートファイター4は結構長く遊んでいた記憶があります。ここ10年くらいはたまに新作の格闘ゲームを買ってもすぐにやめてしまうことが続いていたので、今は格闘ゲームをやり込む感覚を思い出しながら楽しく遊ばせてもらっています。ギルティギアはイグゼックスの無印から触り始めてて、青色までずっとザッパを使っていました。この頃が自分の人生の中で一番ゲームをやり込んでいた時期ですね。全国規模の大会では結果を残すことはできませんでしたけども、毎日のようにゲームセンターに通って、ここで出会った方々と一緒に大会に出てっていうのも、イグゼックスが初めての経験だったんで、とても思い出深いゲームです。イグゼックスのフラッシュからイグザートのレブ2まではほとんど遊んでいないので、ストライブは新鮮な気持ちで楽しめていますね。大会当日はとにかく緊張していたので、対戦中のことはもうあまり覚えていないんですけれども、後で配信を見返してみたらしっかり自分らしい動きができていたのは良かったですね。立ち回りとか置き目の普段通りの選択ができてて、勝った試合も負けた試合も納得のいく展開になっていたかなと思います。3位まで上がれたっていうのももちろん嬉しい結果なんですが、全体的な試合内容にもかなり満足してきています。トライブが発表された時から大会を見据えてやり込むつもりでいました。理由としては単純に対戦型のゲームをやり込みたい気分だったっていうのもあるんですけれども、やっぱり自分にとって思い入れのあるギルティギアシリーズの新規タイトルということで、かなりのモチベーションにはなりましたね。オープンベータテストの時に全キャラクターを一通り触ってみたんですけれども、レオとジオバーナのダッシュガードっていうんですかね、ガードを入力しながらステップで相手に近づくっていう行動がとても強そうだったので、この2人に絞って遊んでました。それで最終的には通常投げのリターンの大きさと無敵技を評価してレオを選んだ形になりますね。研究が進んだ今でも不利な組み合わせが少ない点や体力差つけられても逆転しやすいところなんかは自分の好みでレオを選んで正解でしたね。前回の結果は正直かなり運が良かったとは思っていますが、ルーザブファイナルで負けた時から次の大会では優勝するぞっていうつもりで努力してきましたので、次の大会ではいい結果を残せるよう頑張ります。間合いの管理や地上戦での差し合いは得意な方だと思ってます。レオは置き攻めが強力な分、どうやってその状況に持ち込むかっていうところで個性が出るキャラクターだと思っているので、そういったところで自分の強みが出せると嬉しいですね。最近は動きが単調にならないように意識してますね。これは自分の癖でもあるんですけれども、強いコードだけを選んで戦ってしまうことが多いんですよね。戦い方としてそれが決して悪いことではないんですけれども、相手に対応されやすくなりますし、対戦中に新しい発見をすることも少なくなってしまうので、動きに変化を持たせるように最近は取り組んでいます。今回も見応えのある試合ができるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。